こんにちは、レオチャンネルへようこそ。本日もありがとうございます。2024年8月8日、南米最大の国、ブラジルで、飼い主から放置され、地獄のような劣悪な環境で暮らしていたシーズー犬2匹が保護されました。近隣の住民から通報を受けた地元警察は、その日、同国で活動する動物保護団体、プロテクトアニマルズワールドワイドの救助スタッフと共に現場に急行しました。住民によると、犬たちはいつも室外に出されたままで、雨風をしのぐ場所もない狭い場所で暮らすことを余儀なくされているといいます。また、飼い主は十分な食べ物や水を与えておらず、至る所に排泄物が散乱、悪臭が充満し、毛はひどくもつれ、犬たちは健康上の問題を抱えているようだといいます。警察官は飼い主に対し、なぜ犬たちがこのようなひどい状態になっているのか尋ねました。すると、飼い主の男はまるで言い訳をするように、今日トリミングに連れて行く予定だったと話しました。しかし、2匹のうち1匹の犬は明らかに目の病気を患っているようで、保護団体のスタッフは続けて飼い主に緑内障を患っているのではないかと尋ねました。飼い主の男はもちろん知っていると話し、以前獣医に診てもらったことがあるが、その後治療は行っていないと平然と告げたのだそうです。犬をこのようなひどい環境の中に置き去りにし、気にすることもなく、自分たちだけが清潔で快適な部屋で暮らそうとする飼い主の気持ちが理解できません。警察官は飼い主に対し、これは明らかに虐待であると告げ、飼い主の男を連行。飼い主家族はその場で犬たちの所有権を失うことになりました。団体のスタッフは犬たちを車に乗せ、目の病気を患っている女の子の犬にリコッタ、ベージュ色の元気な男の子にパルメザンという新しい名前をつけてくれました。その後、動物病院へ運ばれた2匹の犬の健康状態はひどいものでした。全く手入れがされず、毛は尿や排泄物で汚れてひどくもつれていました。また、目の周りの毛と汚れで2匹とも目があまり見えていないようです。さらに、2匹とも高熱があり、パルメザンは尻尾の周りのもつれた毛にたくさんのダニがおり、飼い主の男が言ったように、リコッタの瞳はやはり緑内障の可能性があるようです。最初の検査を終えた2匹には、お風呂やトリミングなど必要なグルーミングが行われました。2匹の爪は伸び放題で、足の裏に突き刺さり、痛みを与えていました。犬たちは、あの地獄で長い間苦しみ続けていたのでしょう。あの最低な飼い主は、もつれた毛をブラッシングすることも、異常に長くなり、ついにカールした爪さえ、切ろうとすらしませんでした。不潔な状態のままだった2匹の皮膚は疾患だらけで、また、栄養失調からとても痩せています。救助から2日が経ちました。女の子のリコッタは眼科の専門医の元を訪れました。診断の結果、リコッタの左目はすでに手の施しようがなく、眼球摘出手術を受ける必要がありました。また、子宮が肥大しており、その後の検査で子宮蓄膿症であることが分かりました。リコッタは、膿が溜まった子宮を摘出、卵巣疾患の予防のため、同時に卵巣も摘出することになりました。また、外見上、若く比較的健康だと思われていた男の子のパルメザンでしたが、詳しい検査の結果、前立腺肥大を患っていることが分かりました。生命に関わる合併症を引き起こす可能性があるため、早期に適切な処置を行う必要があります。
一般的に去勢手術を行い精巣を切除、男性ホルモンの濃度を低下させ、肥大を縮小させます。救助から3日目、リコッタとパルメザンの手術が行われることになりました。男の子のパルメザンには前立腺肥大のための去勢手術が行われました。女の子のリコッタは子宮卵巣摘出のほか、左目の眼球を摘出する手術を受けました。長時間に及ぶ2つの手術は幸い無事に成功することができました。しかし、完全な回復には多くの時間が必要です。治療は長く、スタッフにとって大変な作業です。救助から2週間が経ちました。リコッタは眼球と子宮卵巣摘出、パルメザンは前立腺肥大の手術から順調に回復しています。リコッタとパルメザンは満足に食べ物も水もない狭く汚い場所での生活を強いられていました。排泄物は至る所に散らばり、鼻をつく糞尿の匂いが広がり、毛はひどくもつれ、2匹に健康上の問題があることは明らかでしたが、飼い主は無視し続けていました。救助から20日が経過、リコッタとパルメザンは手術から完全に回復しました。保護団体のスタッフは旅立つための準備が整ったことを確信。2匹のために新しい飼い主さんの募集を開始することを決断しました。そしてあの悪夢のような場所からリコッタとパルメザンが救助されてから1ヶ月以上が過ぎた2024年9月18日、ついに2匹は素晴らしい家族が住むそれぞれの永遠のお家へと旅立つことができました。シーズーのリコッタとパルメザンはどちらも素晴らしい家族に引き取られました。リコッタには彼女と同じように落ち着いていて穏やかな小さな兄弟ができました。そしてパルメザンには彼と同じように遊び好きで元気に走り回る兄弟ができました。リコッタとパルメザンにとって辛く苦しい過去はもう終わりました。多くの人々の温かい支援がリコッタとパルメザンの新しい人生を築きました。2匹を救出、治療、そして新しい家族のもとへ送り出した保護団体スタッフの方々、獣医さん、そして支援してくださった全ての方々に心から感謝いたします。新しい家族のもとで2匹は愛情に包まれ、これからは幸せな日々が待っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録いただければとっても励みになります。よろしくお願いします。